皆様ごきげんよう。今日なんですけど、ブレイキングダウン8のオーディションが先日ありまして、そこでなんとてるくんが骨折しました。そうですね。何やってんすか？いや、もういや、そうですね。もうなんかすごい悔しいですね。前回も試合できてなくて、ああ、確かに。そうなんですよ。で今回ついてない。そうなんですよ。今回ジョリーもルキアもブレイキングダウン出てて、僕だけちょっと出れてなかったんで、確かにな。はい、もうアドレナリンめちゃくちゃ出てて、今年。はい、今年というかまあ今回のはい。まあ何から話したらいいんだろうな。とにかくそのブレイキングダウン8のオーディション映像なんですけど、今月の中旬ぐらいから出していく予定です。で、多分30分の6、7本になるんじゃないかな、今回。そんなボリューム。いつもは応募何千件来てる中で、そのオーディション会場に来るのは厳選された100名だったんですけど、今回なんか面白すぎて結局170人だったんですよね。もうすごい時間でしたね。朝の7時から夜の10時ぐらいまででした。そうですね。内容的にはボリュームが多かったんですけど、中でも今回のオーディションはそのブレイキングダウン史上一番ありました。先に言っておきます。なんかね、期待感を追って大したことないじゃないかってなっちゃうのはどうかなと思うんだけど、実際本当に大荒れでした。そこの一部で僕もちょっと激しすぎて、なんていうか、ネタバレになっちゃうかもしれないけど、本当の意味で大乱闘でしたよね。いや、そうですね。ひな壇全員が。ひな壇同士の乱闘いやってことですか？韓国対抗戦やるんだけど、ああ、なるほどね。韓国勢とひな壇全員がもう大乱闘で収拾つかなかったっていう。あれ何十分のレベルですよね。10分ぐらいずっと本当に大乱闘で、揉めてる数がさ、例えばいつもだったらさ、コメオとウリタさんとかでさ、みんな止められるけどさ、それがさ、同時に5、6箇所で始まってんのよ。ああ、なるほど、そういうことか。そうだから止まるにも止まらなくて、一組止まったと思ったらまた違う組がやっててみたいな感じで、すごい反響だと思うな、日韓戦に関しては。そこに僕もそのブレイキングダウンっていうそのチームとしてやれるっていうすごいワクワク感っていうか仲間意識というか、お互いが仲間意識あって、でなんか国のこともあるし、その韓国人の選手はある程度そのひな壇で目星をつけてたんだよね。一人一人こう対戦相手であろう人たちがこう言葉を交わしたり通訳をもとにしている中で、てるくんとその相手になる予定だった人が、大揉めしてまた。で僕ちょっと提案させてもらったら素手でやりたいって言ったじゃないですか。そう結構リアルに僕素手であいつやったのかなと思ってて、レベルがすごいブレイキングダウン上がってるじゃないですか。自分はそのレベルじゃなくて、でも自分で盛り上げれるのはもうそんぐらいしかなくて、素手で相手ももちろん余裕でいいよみたいな感じだったじゃないですか。でも団体的にはちょっと危険なんで、そうですね、素手っていうかバンテージでやり合う大会もあるけど、それぐらいですね、最高でもね。それやったら僕最前線で頑張るんで。最前線いや最先端で最先端怪我するんで、やっぱなんだかんだ言ってグローブあった方が失神しやすいんですよ。あ、そうなんですか。そう失神しやすいんです。やっぱ悪魔っすね。失神しやすいんですよって怖いですね。だから表面だけ痛いから。あ、そういうことですか。折れやすいでしょ、手も。はいあんま良くないと思うんですよ。あ、そうです、結局あの感じででも欠場になったのちょっと痛いですね。いや、そうですね。なんか本当に不良と不良の喧嘩だったから、怪我ってしょうがないんだけど、全治3ヶ月でしたっけ？骨とかはくっつくのは3ヶ月ぐらいなんですけど、そこから靭帯も切れてるんで、全治っていうのがちょっとわからないらしくて。あれ、てるくんから仕掛けましたもんね。どちらかといえば。そうですね。いやでもやっぱりフィジカルが強くて、僕はその背負い投げみたいなのしようとしたんですよ。そう見たこともないてるくんの背負い投げがね、いきなりで相手の腰がめっちゃ強くて、それまた映像で見てもらえば分かると思うけど、流せるんですかね、何が YouTube でそのシーン。あれで折れたのっていう感じだから、正直。いやマジであいつやりたいですね。今でもムカついてるんですよ。相手もなんか格闘技歴ないやつでしたね。そうですね。本当に喧嘩番長みたいな。いやもうね、本当に韓国勢がすごかったな。何人ぐらい来てたんですか、韓国勢。十何人来てたんだけど、完全に食ってかかってきたというか、
実際オーディション映像見てもらった方が早いんだけど、格下を見るような目で来てた、上から目線で来てたっていうか、まあ、主催者としてはめちゃめちゃ面白かったんだけど、なんだろうなんかね、雷神の選手たちがブレイキングダウンを相手にするような感覚で来てた、お前ら格下のために来てやったよみたいな、結構ね韓国の人は気が強いからね。いやーそうなんですか。だって日本の島に来て、ひな壇ってだって彼らの3倍ぐらい人数いたのにあの態度してくるって、相当気合入ってると思う。まあ本当にね、とんでもない面白い映像っていうか、撮れ高やばかったな。他にもねいろいろあったんですけど、新しい試み、高校生もめっちゃ面白かったな。高校生がいたんですか。高校生グループもあって、学生服とかで来てたんだけど、えげつなく面白かったな。まあ、高校生に関してはね、ちょっとヘッドギアとかつけて安全面に声をしてやろうかなと思うんだけど、なんか違う風が入ってきた感じがすごいしたな。そういうのを聞いたら余計に自分焦りますね。試合したかったなっていう、そのもう狭いもんというか、だから余計に焦りますね。どうなんだろうな、ブレイキングダウン視聴者も日本勢を応援するんじゃないかなって思ったけど、まあなんか最終的に仲良くなれたらいいなと思ってて、まあ、僕的にはね中立の立場なんで。いやでも僕たちブレイキングダウンひな壇結構ガチでムカついてました。ガチでみんなブチ切れてたね。でもあっちもガチでブチ切れてたからね。ノッコンさんと揉めてた人がすごい迫力あったというか、確かにあれはすごかったですね。あれも盛り上がるし、これは相当盛り上がると思うし、なんか韓国側にも相当広がりそう。確かにブレイキングダウンの試合の日がまだ完全には決まってないんだけど、まあ、5月中には開催予定で、まあ、かなり期待してもらえるんじゃないかなっていうか、そのオーディションもそうだし、試合もあれ見たら面白そうとか。いやそうですね。日本が全敗とかしたらどうなんだろうっていう、なんか体の強さがすごかったっすよね。ブレイキングダウン側みんな向こうの方がでかかったです。フェイストゥフェイスみたいにした時にブレイキングダウン全員が負けてましたね、大きさで言うと、体の強さがもう負けてた。韓国って体を鍛えるなんかのが流行ってるっていうか、そもそもなんか徴兵みたいなのもあるじゃん。みんな行かないといけないから、ウェイトトレーニング多分みんなやってて、あ、そういうことですか。体の出来が違ったような感じはしたな。なんかみんな格闘家みたいな体型してた。みくさん韓国の人とやった時どうやったんですか。6年前ぐらいなんですか。そうですね。でもあの時はなんかそもそも自分が別に実力あんまなかったんで、てか俺も多分もともと強い方なんだ。あ、そういうことですか。でもなんかいろんな韓国のプロ選手とか見てると、なんかちょっとフィジカル強いなっていう。あ、やっぱそう、骨格的になんか強そうですよね。ワンチャン全敗もあるかもしれないレベルのマッチメイクです。でもてるくんもね、なんで骨折したんだろうっていう状態がオーディション映像出るまでずっと言えないってなるのも困るかなと思って、今日一応報告。いや、助かります。漢方チャンネル撮れないですもんね、なかなか。そうですね。なんで俺と話してるの。しかもそれで言うと僕もう 3,4 ヶ月というか、そこから治療とかいうかあんまできないんで、僕もうニートみたいになる感じです。でもスポンサーいるじゃないですか。いや、やめてください。確かに大臣の選手大体の人より稼いでるじゃないですか。いや、やってください。そんなことないです。いや、ありがとうございます。だから試合しないと余計に。まあね。そうなんですよ。どんな状態かだけちょっといいですか。ちょっと視聴者の方見えてないんで。ちょっと今はなんか仮で、また明日ぐらいに病院行って、はい、ちょっとまた詳しく。ギブスですね、これ。そうですね。まあね、ここだけの。ああ、はい。本当のなんか大喧嘩、2人の大喧嘩の中でもうこうわちゃわちゃなって、でブチ切れてるわけですよ、てるくんが。もう本当にブチ切れてるわけよ。オラーみたいな感じなのに足引きずってたから相当痛いんだろうな。なんかそんな中でも足引きずるってことは相当痛いんだろうなっていうの分かるじゃん。そしたら案の定折れてたっていうね。いや、めっちゃ、いや、ほんまに悔しいです。いや、マジで。でも何が悔しかったっていうと、韓国勢がみんな笑ってたんですよ。いや、そうなんです。それがそうなんですよ。そうなんですよ。で、言い返せなかったんですよ、僕。そう。あれめちゃめちゃ舐められてましたよ。いや、そうなんですよ。で、自分ももうこれもう動かんの分かってたんですよ。めっちゃ行きたかったんですけど、言ってもやられるし、悔しかったですね。それがほんまに分かってくれるんですね。いや俺もなんかちょっとそういう感じになりましたもん。恥ずかしいっていう恥ずかしい人の気持ちになりました。てるくんがもうめっちゃ暴れてさ、めっちゃ怒鳴り散らかしてさ、背負い投げして折れてさ、引きずってったからさ、韓国勢がみんなこうやって笑ってて、マジでムカつくんです。そこに僕ほんまにムカついてて、
いけない気持ちと悔しさで、まあでもこの悔しさを忘れずにちゃんと回復してもらって、でも3ヶ月4ヶ月かかってそこからまた練習したりするっていうのを含めたら56ヶ月半年ぐらい。でもそうなるんですかね。もう全くわからないんですけど、次が9が8月ぐらいの予定だったから確かそれはギリ出れないかもしれないですね。まだ完全には決まってないけど、またあれじゃないですか、ブレイキングダウン10が11月ぐらいにやるのかな、もしかしたら3ヶ月おきなんで大体。僕一回ひな壇離れたんじゃないですか、でまた戻ってきたらやっぱムカつくっすね。あれ本気でムカつくっすね本気でみんなムカついてんだよな、だから台本がないんでブレイキングダウンはあの態度は確かにムカつくのはあるけど、でもなんか主催者側からしたら、韓国勢やるなと思ったっす。そうなんですか。だってこう謙遜しててもめっちゃ盛り上がらないじゃないですか。そうですね。韓国勢も、なんていうのかな、その映像を盛り上げてやろうっていうつもりで来てないんですよ。全然そんなんじゃなかったです。なんかブレイキングダウンにオーディションで来る人たちってなんか各々がこう盛り上げて目立ってたら使われるから盛り上げようって感じでやってるじゃん。だから韓国勢は本当の感じで来てるから、で来た瞬間にもうバカにしてんなっていうのが分かったんですよ。そうだから別に映像のことなんか全く考えてなくて、そうですね、本当のなんか街の喧嘩みたいな感じで来てて、本気で通じに来てるみたいな。そう本当にバカにしてる感じで来てて、めちゃめちゃいい絵になったというか、結果的にはね、お互い不良の名にかけて負けられない戦い、一回試合を終えて仲良くなりたいけど第2回第3回で続く可能性もあるっていう、全然。まあでもね、わざわざ来てくれたんで次回は韓国大会開催とかも面白いかもね。言葉の壁はどうだったんですか？でも同時通訳者がいたんで、でも確かに何言ってんねんみたいな感じのやり取りは結構あったけど、韓国の選手は結構英語も話せる人が多かったかな、あれで英語で話してくるけど、米男が英語全く分かんねえよとか言ってお前英語も分かんねえのかみたいなそんななんか感じのやり取りもあったし、みんな強そうでした正直。全員が階級上って感じだったんで。そうですね。僕の代わりに誰かやってくれないですか。確かにね、そこがネックというか、ワンチャン慶之助さんとかが出てくるかも。そしたら心強いというか、まあそうですね、結構ね、今回ひな壇争奪戦もやったし、新しいことめっちゃやってたんで、すごい絵でしたね。すごい絵でしたね。しかも金網じゃなくてセット作ったんで俺なんか1000万企画で俺がモンハンとやった時の、ああいうセットでお互い私服の方がもっと盛り上がるんじゃないかっていうのを今回アイデアで入れてひな壇争奪戦やったんですけど、あれ大正解でしたね。そっから来たんですかあれ。そうっす。はだから今回のオーディション映像本当期待してもらえるなっていう。なんかね、セブンの時のオーディションは俺あんま取れ高なかったなと思ったんですよ。で、何がいけないのかなっていうのをちょっと分析してて、だんだん競技レベルが上がりすぎたことによって弱いイキリヤンキーが生きれなくなったんですよね。俺がすぐそこでじゃあ試合できますかなんて言われるもんだから、ひな壇で強い人たち揃ってるし、めっちゃ生きったらすぐ試合させられるしで、なんか米尾みたいな初期のが出てこないなっていうのが、それはなんか危惧するべきかなと思って、で今回からね、弱いけど花のある選手はあんま試合させない方がいいなっていうことで輝かせられるように、そういう風にもしたし、やっぱね、アウトサイダーの歴史とか見ても、こう強くなっていくとつまらなくなっていくんですよ。そうです。僕も初期の方見てたんですけど、だんだん見なくなって。なんでかなと思ったけど、やっぱ不良で生きてきた人って見せ方がうまいから、はったりとかも含めてね、だからそういう人を消しちゃ良くないんですよ。なんか本末転倒というか、だからそこの部分も残しつつ、強い人はどんどん強くなってもらってライジンとか目指してもらってっていうので、そこの良さをね消さないでやっていこうかなと思うんで、次のブレイキングダウン9とかもまた応募者どんどんね増えたらいいかなと思うし、だんだんこう対抗戦もね絶対盛り上がるじゃないですか。韓国、違う国もどんどんやっていきたいし、ブレイキングダウンをどんどん大きくしていきたいですね。もうじゃあそんな感じで、とりあえずてるくんはお大事にまあ復帰待ってると思うんで、人気選手ですからね。今回ひな壇の人気投票もやったんで、人気順に並ぶんですけど、思ったより僕上でした。それも結構楽しいんじゃないかな。ファン投票なんで
でなんかジョリーもなんか言ってたみたいだけど懸賞金つけるのをね考えてたりしてて、結構ねもうブレイキングダウン5ぐらいから俺その構想出してて、はい。ただなんか懸賞金つけるの難しいなっていうのが強さだけで測れないから、ああ、そうですよね。なんか飯田さんが懸賞金40万とかはいでトップクラスで、はい。で飯田さんを倒した人はその40万円がもらえるみたいな、はい。そういうのを作ったらめっちゃおもろいなっていうのはあって、塗り棒がなんか15万とかで塗り棒そんな高いんですか？いやなんか求心力っていうかあーはい人気選手ジュニアとかもああ、そうですね。あんま強くないけど懸賞金高いやつバンバン狙われるみたいな、確かに。面白いけど、なんかその逆にそっち側の人がどうやって稼ぐのかっていう、そうです。逆にその人たちはその金額がもらえるでもいいかもしれないですね。ああ、選手がはい。 40万試合勝ったらもらえる。あ、そういうことですか。でだんだん自分の懸賞金上げたいみたいなあ、結構モチベーションになりますね。ですよね。懸賞金ランキングみたいなのめっちゃ面白いかなと思って、なんか4個売りになったみたいな入ったみたいな、そういうのも考えてますんでね、いろんなことやっていこうと思うんでなんかすごいワクワクが増えますね。ですよね。しっかり直してもらってまた戻ってきてください。じゃあありがとうございます。じゃあそんな感じで、ちょっとだいぶ期待感を煽りましたけど、ぜひ楽しみにしてください。はい、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。